どうも皆さんこんにちは。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 原カンタです。今年5月からスタートしたイラク取材シリーズ、気がつけば前回アップした動画で30本目。まさか半年以上にわたって配信することになるとは私自身も想像していませんでした。今ご覧いただいているこの動画でいよいよこのイラク編も完結です。そして時期的にこの動画が2025年最後の YouTube 更新になるかと思います。今回の動画ではイラクで撮影した様々な映像を背景に流しながら、全ての動画を出し終えた今だからこそ感じていることをラジオ感覚でじっくりとお話しさせてください。単なる総集編ではありません。私の頭の中にある取材後期であり、今年1年の活動報告でもあります。今年最後ということで、気持ちいつもよりいい声で話しますので、ぜひ最後までお付き合いください。さて皆さん覚えているでしょうか。イラクシリーズの1本目の動画で、なぜ今イラクを取材するのか、私は3つの目的を掲げました。1つ目はその後のイラクを知ること、2つ目はイラクという国やイスラム教に貼られた危険、怖いというレッテルを剥がすこと、そして3つ目は20年以上イラクに寄り添い続けてきた日本人高藤直子さんの姿を届けること。最初に掲げたこの3つの目的、果たしてどれくらい達成できたのか。数値で測れるものではありませんし、評価を下すのは視聴者の皆さんですが、全ての動画を出し終えた今の私の率直な感覚として点数をつけるなら、ちょっと甘めに見積もって95点をつけてもいいのではないか、そう考えています。もちろん満点ではないのには理由があります。その理由については後ほど触れますが、現地での取材期間は約2週間という限られた時間だったにもかかわらず、その制約の中でここまで多面的に、そして深くイラクという国を切り取った発信は、おそらく日本の YouTube 史上過去になかったのではないかと自負しています。では具体的に何が見えたのか、それぞれの目的と照らし合わせながら一つずつ振り返っていきます。まず一つ目の目的、その後のイラクを知るという点について、正直に白状します。渡航前の私の中でイラクの時計は止まっていました。2003年のイラク戦争、そして2010年代半ばのイスラム国、この2つの出来事で情報のアップデートがストップしていたんです。ニュースでイスラム国が壊滅したという見出しは見ても、ではその跡地で人々がどのように生活をしているのか想像できていませんでした。しかし今回の取材はその空白の時間を埋める旅になりました。例えば虐殺の被害に遭ったヤジディ教徒の方々の生活、破壊されたモスルの街を自分たちの手で復興させようとする若者たちの姿、彼らとの対話を通じてニュースという無機質な記号ではなく、そこに生きる人たちの体温を感じられるようになりました。私より上の世代の方にとってはやはりイラク戦争の記憶が鮮烈かもしれません。テレビや新聞が報じるのは空爆やテロ、武装勢力との戦闘といった衝撃的な点の出来事ばかりです。しかしそういった派手な点の報道だけを安易につなぎ合わせてしまうと、かえってイラクという国の実情を見誤ってしまうことになります。大切なのは、報道される点と点の間には報じられない膨大な日常があり、人々の人生が続いていたという事実に目を向けることです。今回現地をよく知る高藤直子さんに同行していただき、戦争を生き抜いた方々の声に耳を傾けることで、私はその点と点の間にある物語を痛みを持って深く理解できた気がします。イラク戦争の後、アメリカ軍との戦闘で亡くなった犠牲者が眠る集団墓地を訪れた際、高藤さんはこんなことをおっしゃっていました。紛争地っていうのはもう一番大変な時って、報道に乗ってくる時ってもう完全に人道危機になってるんですよ。完全にこれから危機が起きますよっていう時に報道はなくて、危機になって人がもう散々亡くなってから、それこそだから2003年で私が入ってもう1ヶ月もしないうちに、私たちが聞いたのは、日本のメディアから取材に来てたフリージャーナリストが言われてたのが、死者がもうちょっと多くなったらもう一回言ってとかね、それからいやイラクは賞味期限切れてるからねって私も言われたし、だんだんそうやって人道危機な状況はニュースになるけど、それからは消えていくじゃないですか。そうするとまた死者が、これまでは10人でニュースになったけど、20人30人が続いていったらもうニュースにならなくて、100人になったらニュースになるみたいな、そういう感じになっていくじゃない。でそのうち何もなくなるみたいな。だからポッ
と出てくる点のような報道をつなげてしまうとわけがわからないし、間違った見方になってしまうし、そこはすごく危険だなと。だからやっぱりどこの紛争地を見るにも点と点の報道をつなぐのではなくて、やるべきは点と点の間で何が起きてたのかっていうのを調べようと努力することはすごく大事かもしれない。イラク取材シリーズを見てくださった皆さんは、戦争やイスラム国のその後にあるイラクの姿をどんな風に受け取ってくれたでしょうか。ぜひ率直な感想を聞かせてください。続いて2つ目の目的、イラクに貼られたレッテルを剥がすことについて正直に告白します。イラクに渡航する前、私は恐怖を感じていました。事前にイラクについて調べれば調べるほど、そこにあるのは戦争やテロといったネガティブな情報ばかり。本当にイラクに行って大丈夫なのかと足がすくむ瞬間さえありました。しかし実際に現地に行ってみると、そこには驚くほど普通の生活がありました。市場で活気よく魚を売るおじさん、路地裏でサッカーに夢中になる子供たち、バグダッドのカフェでおしゃべりを楽しむ若者たち、そして何より旅人を歓迎するおもてなしの心です。行く先々でチャイを飲んでいけ、お水をどうぞと声をかけられる。ニュースで見る怖い国というイメージしかなかったからこそ、イラクの人々の温かさに私は何度も胸を打たれました。ですが彼らの優しさに触れるたびに、私の心は少しだけ苦しくなりました。なぜならイラク戦争当時、日本政府はアメリカを支持したからです。私たち日本人も間接的ではあれ、彼らの平和な日常を破壊した側の一員である。その事実が温かいおもてなしを受けるほどに棘のように心に刺さりました。イラクの人々と触れ合う中で、そんな葛藤を抱えていた私は、バグダッドに到着した初日、カメラに向かって今の思いをこう語っていました。まだ今日一日しかバグダッド見れていないんですけれども、でもね、例えばですけど、街中でチャイ飲んでいくかって言ってお茶を出してくれて、結局あれお金払わなかったんですよね。なんかお金払おうとしたらお金いらないよって言われて、なんかおもてなしをしてくれるおじさんがいたりとか、床屋でね働いてるお兄ちゃんたちがね、すごい笑顔で迎えてくれて、ぜひ見てってって言ってくれて、で中にある水を差し出してくれたりとか、他にもね、ちょっとカメラ回したかったんですけれども、買い物してたらちっちゃい男の子がハローって言ってきて、I love you言ってくれたりとかして、本当にイラクの人たちすごい、なんだろうな、僕ら外国人だからっていうのもきっとあると思うんですけど、すごいおもてなしをしてくれるし、なんかすごい笑顔で接してくれて、なんか本当にイラク来てよかったなーってもう今日の時点で感じてるんですけど、逆に一方でね、もう20年前のこととはいえ、こういう本当に親切におもてなしをしてくれる、すごい優しく接してくれている人たちを、私たちは間接的に傷つけていた。アメリカがイラクに侵攻していって、やっぱり日本も当時ね、小泉首相が、その当時の小泉首相がイラク攻撃を国として支持しますっていう声明を発表したりとか、そういうことをしていて、やっぱり間接的にイラク戦争っていうものを支持してしまった。直接的ではないけれども、間接的に当時の日本は、当時の私たちはすごい優しく接してくれているイラクの人たちを、すごく優しい普通の人たちを私たちは傷つけてしまっていたかもしれない。そういうことを考えるとね、やっぱりテレビのニュースだけは見てると、なかなか一人一人の顔って見えてこないけど、やっぱり世界中にその土地の人たちのことをちゃんと知って思いを馳せると、やっぱり戦争とかそういうものって本当に絶対にあってはならないなと思うし、間接的にイラクの人たちを傷つけてしまっていたかもしれないってことを考えると、非常に考えさせられるものがありますね。当時僕はまだ小学生だったので、正直戦争のこともよく分かってなかったし、税金を納めてるという立場でもなかったけれども、日本人としてイラク戦争っていうものと、本当にあの戦争は何だったんだっていうことで、やっぱり改めて真剣に向き合うっていうことが、戦争で亡くなった人たちへのせめてものを償いになるし、同時にこれからの平和な世界を築いていく上で本当に大事なことなんじゃないかなっていうふうに今改めてこうやって現地に来てイラクの人たちとコミュニケーションする中で今感じていますね。さっき自分でもね撮影しながら話したんですけれども、今回初めてイラクに来て現地の人たちとコミュニケーションをとっていて、いろんな国行ってきたんですけれども、イラクの人たちすごい人当たりがいいというか、ちょっとこっちが申し訳なくなる本当に YouTuber ですごいみんな興味を持ってくれて、チャンネル登録者も何人か増えましたししかも本当にその場で会っただけなのにお水あげるからおいでって言ってくれたりとか、インタビューも協力的だったりとか、本当に現地の人たちがすごいおもてなしっていうんですかね、そういうのをすごいしてくれて、本当に優しい方たちが多いなっていうのが本当に今第一印象
なんですね。だからそういう意味では本当に来てよかったなって思う、一方でやっぱり現地の人たちの顔っていうものがこうやって現地に来てしっかり分かったからこそで、彼らの人となりっていうものが少し見えてきたからこそ、やっぱり20年前にあったこのイラク戦争で、例えばじゃあ今日会ったおじさんとか、それこそ若者たちっていうのはイラク戦争も経験しているわけで、現地に来て現地の人たちと直接コミュニケーションを取ったからこそ、日本も国として、支持をしていたアメリカのイラク侵攻であるとか、私たち国民も決定権はなかったとはいえ間接的にイラク戦争を支えてしまっていたわけですから、やっぱりその責任みたいなものも同時に感じていて、本当に非常に考えさせられる一日目になったなって思っています。なるほど、素晴らしいコメントいただいて、私もとってもいろいろ感慨深いんですよ。原さんが楽しんでる様子とか、すごいイラク料理を美味しいって言って本当に子供のようにはいはしゃいで食べてるのとか、そうですね、すごい嬉しいんですけど、やっぱりそうなんですよ。すごい今日会った人たちほとんどがみんなやっぱ戦争体験をしてるんですよね。で戦争体験も今日のアハマドもそうだし、みんな戦争体験をやっぱ持ってて、でもそれでも私がいつもイラクの人たちすごいなと思うのは、その忍耐強さ、それとレジリエンス、乗り越える力みたいな、それは本当に強いなって。とにかく忍耐強さ、忍耐力は本当に私はもう何度も本当に驚きを持って、私たちはここまでの忍耐力持てるだろうか、これだけの地獄のような状態にあってって何度も想像したんだよね。本当にそこは私いろいろイラクの人たちからすごく教わったし習ったし、すごく学んだし、だからこそ自分がその学んだこととかそういったことを伝えたいってずっとこの20何年思ってた。でもやっぱり一つ問題はさ、日本ってすごく遠い国にあって、遠くにあって20何年も経ってしまうとね、やっぱり過去の話だし、みんながみんなここに来れるわけじゃないしって。でもやっぱそこであ、そうですかって、そういう遠い国でそういうことがありましたねっていう教科書の中の1ページっていう話じゃなくて、どうやったら今オンゴーイングのね紛争いくつもあるじゃないですか。コンゴもそうだし、ミャンマーもそうだし、イスラエルパレスチナもそうだし、ウクライナロシアもそうだし、その紛争とかをもう一度ちゃんと向き合う時に、イラクでの経験をやっぱりちゃんと生かしたいなって思うんですよ。今からでもやっぱ遅くなくて、若い人にもイラク戦争って何だったのかって、例えばロシアウクライナが停戦した時、イスラエルパレスチナがいつかわからないけど対話をできるようになった時とか、その時に私たちは何ができるのか。紛争当事者になってしまうとどうしても冷静ではいられないから、停戦に関してもやっぱりすごくケンケンガクガクなってしまうし、なかなかうまくいかない。でそういう時に遠い場所にいる、その紛争地の外にいる私たちがやるべきことって、平時になった時に何ができるかって今から具体的に考えておくってすごく大事で、その一つの例がやっぱりイラク戦争だと思うよね。近代の戦争で一番長引いて、で一番今こういう状況にあって、イラクにとってイラク戦争以降、今私最も大事な時期だと思ってるんですよ。カッコつきだけど平時で、平時じゃないと平和構築もちゃんとできないし、紛争解決とか紛争予防とかって難しいし、だから今が一番大事だと思うし、でそれから紛争地ではない例えば日本の人たちにとっても一番やっぱり大事、今すごく深刻な紛争を世界は抱えている、分断がどんどん広がっていくような流れになっている中で、どうやって次の紛争を起こさないようにするかとか、それを考えられるのは紛争地以外のところにいる私たちの責任でもあるのかなって。そういう意味でもイラクのことは今からでも遅くないので、何があったのかを知ってもらえると、紛争を予防するための解決法っていうか、何か一つのヒントみたいなもの、そういったものがイラク戦争から分かるんじゃないかなと。今までのこのテレビのニュースとかを通じてイラクを見てきた人たちにとっては、きっとやっぱどっか遠くの世界の出来事であったりとか、あとやっぱイラクの人たちの顔っていうものがなかなか分かりにくいと思うんですよね。やっぱそういうニュースを通じてみると、だからこそこのアラカントのチャンネルでありのままのこのイラクの人たちを知ってもらうことで、私たちと同じ人間が間違いなく戦争を経験したんだっていうところを少し想像力を持って考えられるようになると嬉しいなっていうふうに今回の動画を撮影していて本当思いましたし、やっぱりありのままの普通の生活を見ることによってそこに暮らしている人たちの顔が想像できるようになって、それでひいては今世界中で生きている人たち、特に紛争下で生きている人たちのことも想像力を持って思いを馳せられるようになるっていうところが、今このイラクを取材する目的というか、この動画を見てくださった皆さんにぜひ考えてほしいことかなっていうふうに思いますね。そうですね。
なんかそこに一つやっぱり私たちが日本に生まれた意味みたいなものとか、そういったものを私は常々感じたりとかしてる、何かあればできることが、日本に生まれた意味がある気がする。日本人である私はこれだけ温かくもてなしてくれるイラクの人たちを苦しめた国から来たんじゃないか。そんな申し訳なさを感じていたからこそ、笑顔で接してくれる彼らの優しさが逆に痛かった瞬間もありました。それでもイラクの人たちは日本が大好きだと言ってくれました。どんなに傷ついても人はまた笑い合える、復興に向かう力強さがある、かわいそうな被害者というレッテルを剥がした先にあったのは、人間が持つ底知れぬ強さと優しさでした。印象的な出来事があります。かつてイスラム国に支配され激戦地にもなったモスルという町を訪れた時のことです。私が頭の中にイスラム国が支配した町というイメージを貼り付けたまま、通訳をしてくれた女性にモスルってどんな場所と質問しました。すると彼女はこう言ったんです。ああ、モスルはおばあちゃんが住んでる町だよ。私たちが勝手に貼っていたテロリストが支配した町というラベルの裏には、誰かにとっての大切なふるさとがある。この当たり前の事実に気がつけたことが今回の取材における一番の収穫だったかもしれません。3つ目の目的、高藤直子さんの姿を伝えるという点について、今回高藤さんには本当にたくさん語っていただきました。動画の中でも触れましたが、高藤さんは2004年に起きたイラク人質事件の当事者でもあります。当時の激しいバッシングを記憶している方も多いでしょうし、その事件を通じて高藤直子という名前を知った方も多いはずです。しかしロングインタビューや各地での取材を通じて、そのイメージは変わったのではないでしょうか。彼女がこの20年間どれだけの覚悟を持ってイラクに寄り添い続けてきたか、その言葉の重みをこのシリーズを通じてしっかりと届けることができたと信じています。ただ心残りもあります。今回はまずイラクという国を知ることを最優先にしたため、高藤さんが専門的に取り組まれている平和構築や紛争予防といった具体的な活動の中身については十分に深掘りしきれませんでした。また撮影には現実的な壁もありました。現在のイラクは平時ではありますが、高藤さんがおっしゃっていたように、それはあくまでカッコ付きの平時です。イラク戦争やイスラム国の時代に生み出された紛争の火種は今もあちこちに眠っています。そのため現地の治安当局が非常に神経を尖らせており、撮影の許可が下りなかったという事情もありました。今回の取材を通じて私自身イラクという国を多面的に理解することはできました。しかしやはり限られた時間と制約の中では伝えきれないこともあります。高藤さんが取り組まれている活動の真髄を知るためにも、そしてもっと深くイラクという国の真相に触れるためにも、またいつか必ず現地に行って取材をしたい。この心残りは次につなげるための大切な宿題として自分の中に持っておこうと思います。もう一つ、今回のイラク取材を通じて確かな手応えを感じたことがあります。それは多言語での発信です。お気づきの方もいるかもしれませんが、今回のイラク取材シリーズから動画に英語やアラビア語などの多言語字幕をつける試みを始めました。その反響は私の予想を超えるものでした。イラクの動画には現地の方々からアラビア語で温かいコメントがたくさん届いたんです。翻訳してみると、日本人がこんなに丁寧にイラクを紹介してくれてありがとう、日本を愛していますといった感謝の言葉ばかりでした。それに対して日本の視聴者の皆さんがイラクのイメージが変わりましたと返信をする。動画のコメント欄という小さなスペースの中でイラク人と日本人による温かい交流が生まれていました。取材の中で高藤さんは、観光業は一つの平和産業だとおっしゃっていました。人と人の交流が生まれ、互いを知ることが結果的に戦争の抑止力になるからです。とはいえ今の情勢で日本人が気軽にイラクに行くことは簡単ではありませんし、逆にイラク人が日本に観光に来ることも容易ではありません。だからこそ YouTube というオンラインの場で国境を越えた交流が生まれること、これはある意味私ができる現代における平和構築の一つの形なんじゃないか、そう信じさせてくれる希望のような出来事でした。最後に少しだけ2025年という1年を振り返らせてください。今年は私にとって地球規模で動いた激動の1年でした。1月には海面上昇に沈みゆく国ツバルの取材シリーズを投稿。その後アフリカウガンダで元売春婦の方の声を聞き、
4月にはケニアへ。マサイ族の伝統的な暮らしやアフリカ最大級とされるキベラスラムを取材しました。そして5月のイラクを経て直近の11月にはクーデター後のミャンマーの実情を知るためタイとの国境地帯へも足を運びました。アフリカ、オセアニア、中東、アジア、地域が変われば生活も抱える課題も変わります。もちろんそれぞれの地域に独自の魅力があります。その一方で場所は違ってもそこには共通する人間としての普遍的なテーマがあるようにも思うんです。私はこれまでアフリカを中心に取材をしてきました。日本から遠く報道される量も圧倒的に少ないアフリカ、注目されることの少ない地域をカバーしたいというのが私のポリシーです。ですから今後もアフリカを取材していくという姿勢に変わりはありません。しかし同時に地域という枠を超えて地球規模で動くことで初めて見えてくる世界共通の課題や人間の営みがあることにも気づきました。まだそれを完全に言語化することはできていませんが、この普遍的なテーマを2026年はさらに追求していきたいと考えています。国際協力、それは私にとって単なる仕事ではありません。一生をかけて取り組んでいく生き方そのものです。これからも世界中の現場に足を運び、そこで懸命に生きる人々の体温を私なりの言葉で届けていきます。国際協力という軸を持って私たちに何ができるのか、どうすれば少しでも平和な世界に近づけるのか、2026年も皆さんと一緒に考え歩んでいけたら嬉しいです。ハラカンタの活動を支えてくださる視聴者の皆様が動画を見て何かを感じてくださるからこそこの活動を続けることができています。2025年も本当にありがとうございました。どうぞ良いお年をお迎えください。ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。